オッケー。押したい、溝にそういかある。ごい、すごい。水かましてあっち持ってって、玉をここに持ってきて。僕ら絶対この釜だと。せーの。はい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 。あと今のはだいぶ緩くなりましたけども、昔のは肩が痛くなるぐらい機関銃とかもあってずっとこの辺、真っ赤っかになるぐらい。射撃をしたらこの上を通ったらですね、ここに表示されるんです。どこに当たったか。ちょっと今日は表示されてないですけど、なのでここで皆さん撃ったりするんですね。でここはミリ単位で距離が出るんですね。すごいですね。はい、だから前のよりはすごく性能がいい。よいしょ。はい、手袋を確認します。はい、よし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 。
甘いって言って葉っぱですね。仮眠多いって言って仮眠するために寝る寝袋みたいなやつです。みんな早いもん。しそうなんやった。またあれじゃん、柱と。両サイド持って。水鳥のあれ開けとって。に置いてください。使わないから。使わないところ。横の杭を打っていきます。準備完了。競技開始します。オッケー。おさい緑そういかある。ごめん。すごい。先行状態で同じです。よし。お疲れ様。自分の心を変えます。1つ目。競技開始。
俺斜め。真ん中に立ててください。反対側。前で切り替えよ。あ、ごめん、お先に。はい。あらあら、真ん中の近く合ってるか。はい、上げるよーい。はい、上げ。あ、全然得意袋そっちになかったよ。じゃあ。誰がね、ここだけ。雪ですよ。大丈夫ですか。この中でご飯を入れて、白米入れて、で水入れて炊くみたいな。これじゃがいも皮むき器になりますよ。包丁使うときだけ。あとはもう触るために洗える。あともうゴムだけもう使い捨てでいいから。どんどん使い捨てるバンバン使って、もう消毒で、そこまで早く切らんでいいから、物少ないから、もう切ったら、もう衛生的に悪いからさ、切らないように確実にやってもらえればいいよ。はい。頑張れ。俺はあれかけばあるんか。じゃあ水かましてあっち持ってって棚をここに持ってきて。
ちょっと疲れなかったですよね。ちょっと1時間とか。本気で。今森のやつからじゃあじゃがいもの紙にして中にほら、喉詰まらすから。肉切り終わりです。大体さ、今日がいいな。あれよ。人参しましたよ。人参ね。豚汁とあれ。火入れたいんですよね。45分。何にはもう具材入れて水入れてもう火入れた。はいぐらいねしてからが早いです。
が出るからこれでアク取りながら。半分来ました。まだまだの。あれがない。
ま食とあるだそれはもう終わりですか。どないと。それも俺これでいい。あ、上。本気のちょっと小さい。こんな量いいよ。カレー OK です。飛びます。ちょっとだけでいいですかね。はい。はい、OK です。じゃあ持ってきます。お願いします。台車。あ、台車あれか、乗っけてんのか。いいや。よし、片表。出し出し。せーの。はい。はい。後落ち。お疲れ様です。後方支援隊炊事で長を務めさせていただきました溝井二曹です。今回のメニュー、災害派遣想定ということで、着眼した点が、2点3点あります。カレーについては、幼児から高齢者まで、被災地で、誰でも食べれるというのを目指して、具材については湯通しをして煮崩れしないようにしつつ、誰でも食べれる大きさを目指しました。自分の好みとしては大きい具が好きですが、災害派遣ということでそういうふうにしてます。豚汁におきましても生姜と薬味の強いものは、そこまで主張せずに、優しい味に仕上げております。子供さんから高齢者まで食べれるようにという着眼です。お願いします。めっちゃ美味しくできました。きっかけは、自分実家が鹿児島県の国分駐屯地の近くで、小学校とかもなんか体験入隊みたいなのに結構参加してた時に、いいなって思ったのと、そこですっごい優しくしてくれた自衛官の人が将来待ってるからって言われて、その時に自衛隊になろうと思って頑張ってなりました。やっぱりいろんな人と出会えたっていうのが一番大きいですね。やっぱ今まで絶対関わらないような年代の方とかとも関わるようになって、人との関わりが一番大切になりました。でもやっぱり自分だけじゃないっていうのが一番大きくて、先輩も頑張ってるし同期も頑張ってるし、でまた後輩も頑張ってるから、そこで励まし合いながら訓練やっていくんで、仲間の存在が一番大きいですね。きっかけなんですけど、自分の実家の方のおじに当たるんですけど、おじの方が元自衛官で、その人の勧めで自衛隊になってみないかっていうのがきっかけで、なりました。自衛隊に、自衛隊に入ったって感じですかね。主に偵察部隊に自分は所属してますので、バイクに乗って先になんていうんですかね、道路が崩れた時にバイクで車が通れないところをバイクで通っていったりとかして、先にそれでそういう状況とかを確認して、後方部隊に伝えるっていうのが自分の仕事になります。何回か、自分もその災害派遣っていうのに携わったことがあるんですけど、その時にそうですかね、瓦礫の除去とかやってる時に、周りの住民の方からありがとうねって言われたことがすごく自分の中でああって思ったのが、自分のそのやりがい感じたなと思ったら、そのですねことがあったっていうのがありました。はい。
自分の商材なんだ、商材の。やばい。俺の指が限界って言ってた。しっかり入れてよ。本当に